こんにちは、SR ガレージです。今回は SR 乗りのこだわりランキングです。SR400 は43年間ほとんど姿を変えず作り続けられてきたヤマハを代表するバイクです。そのため SR400 を愛車に選ぶという人は SR400 に対してオーナー独自のこだわりを持っているということも少なくありません。そんな SR400 乗りの SR400 へのこだわりをランキングトップ10にしてみました。SR400 乗りの方は自分のこだわりポイントがランキングに入っているのか見てみてください。ではまず第10位からです。キック始動は絶対に成功させたいです。 SR400 はキックスタートでエンジンを始動させるバイクです。何十年も前はキックスタートでエンジンをかけるバイクが他にもたくさんあったのですが、どのバイクも便利さや使いやすさを優先してセル付きへと変わっていきました。そんな中 SR400 は何度ももうそろそろセルをつけてもいいのではとか、セルをつけたら SR400 を買うのにななどいろいろ言われ続けてきましたが、最後までセルをつけずに SR400 の販売は終わりました。セルがついていなくてオーナーが自分の力でエンジンをかけるキックスタートに SR400 らしさを多くの人が感じ、ヤマハ自身も SR400 のキックスタートに並々ならぬ思いがあったようです。SR400 の40周年記念モデルのプロジェクトリーダーが次のような言葉を残しています。何度もセルモーターをつけるのか否か議論しましたが、やはりキックを踏み抜いてエンジンをかけるという儀式が SR の魂でありアイデンティティである。キックでエンジンを始動し乗り手のモチベーションを高めていくのがやはり SR の魅力なので、セルをつけなくて正解だったと思っていますと。それだけキックスタートは SR400 にとって大切なものなんです。そういった流れもあり SR400 といえばキックスタートという感じで、キックスタートが SR400 のアイコンとなってきました。 SR400 を軽々とキックスタートしているベテラン SR400 乗りたちに憧れて、自分もいつかはかっこよく一発でキックスタートを決めたいと誰しもが一度は思うものなんです。SR400 を購入して最初の頃は何度やってもかからなかったキックスタートがすんなりかけれるようになってくると、俺もやっと一人前の SR 乗りになれたなと思うものなんです。このキックスタートはジンクスもあって、いつもは一発ですんなりかかるのに友達や知り合いの前だとなぜか一発でかからないということがあります。そしていやね、いつもはねすぐかかるんだよ、こんなことないんだよ、おかしいななんていう風に言い訳するまでが SR 乗りあるあるだったりします。では次です。第9位 SR400 のタンクにこだわるです。 SR400 のガソリンタンクはティアドロップタンクと呼ばれる涙滴型の涙の雫のような形のガソリンタンクが使われています。このティアドロップタンクはクラシックな雰囲気がありながら、古くからいろいろなバイクのガソリンタンクのデザインとして使われてきたタンクで、 SR400 以外だとホンダのモンキーや川崎の Z などに使われている伝統的なデザインです。流れるような SR400 のティアドロップタンクは純正ノーマルで美しいのはもちろん、クラシックレーサーの雰囲気もあるデザインで、カフェレーサーやトラッカー、チョッパーなどいろいろなバイクスタイルにもマッチします。それに加え SR400 は43年も販売が続いてきたバイクなので、ガソリンタンクのカラーバリエーションやエンブレムにも種類がたくさんあるんです。そのため何年式のタンクのデザインが一番好きだというこだわりがあったりします。特に初期型の SR400 はその後の SR400 と違い、タンクが細く作られている通称ナロータンクと呼ばれる特別なガソリンタンクが使われています。そのスリムなシルエットで愛好家からとても人気があります。何年式のタンクのデザインが好きだからその年式をわざわざ探して購入した人や、年式違いのガソリンタンクに乗せ替えて見た目を変えるカスタムを楽しむ SR400 オーナーも少なくありません。メーカー側もそんな SR400 乗りの気持ちを分かっているようで、最終モデルの SR400 用に初期型の SR400 のカラーリングを再現したガソリンタンクを販売したことがありました。こんな感じで SR400 のガソリンタンクのデザインにこだわる SR 乗りも少なくないのではないでしょうか。では次です。第8位キャブ SR とインジェクション SR それぞれにこだわるです。SR400 は1978年にキャブレター式のバイクとして発売され、その後厳しくなってきた排ガス規制に対応するために2010年からインジェクション式へと変わりました。
そのため SR400 は旧型のキャブレターモデルの SR400 と後期のインジェクションモデルの SR400 に大まかに分けることができます。キャブレターモデルとインジェクションモデルの SR400 はそれぞれに優れている点があり、どちらのモデルが好きかも同じ SR のの間でも意見が分かれたりします。指導性の良さや気温の変化にも左右されない確実性にはインジェクションモデルに軍配が上がりますが、単純なアナログ機械のキャブレターモデルも自分でいろいろとカスタムや整備をしたい SR の人にはキャブレターモデルの方が好きという人が多かったり、それぞれに特徴があります。私自身は初めて SR400 に乗り始めたモデルがキャブレター式タイプだったのですが、3代目に購入した SR400 ファイナルエディションは感動しましたね。それまでの SR400 の半分のエンジン回転数で大きなトルクを発生できるようにセッティングが変わり、太いトルクでグイグイと走ってくれます。2000年にカタログ落ちしてしまった SR500 を思い出させるような感じがします。ビッグシングル 500cc のドコドコ感と SR400 の軽いエンジンの回転フィールを足して2で割ったような SR500 と SR400 の中間のような乗り味で、最後の最後にまた SR400 は新しい扉を開いて新たな可能性を見せてくれたんだなと思いました。キャブレター式 SR400 の荒々しさに対して繊細な動きの中に SR400 の魂が秘められているインジェクション式 SR とどちらの SR400 が良いのかという話題は尽きることがない話題です。では次です。第7位、エンジンオイルにこだわってみるです。SR400 は空冷エンジンということで、水冷エンジンに比べるとエンジンオイルへの依存度が高く、SR400 オーナーそれぞれでエンジンオイルへのこだわりを持つライダーが少なくないんですよね。例えばエンジンオイルはメーカー純正に限るという人の意見では、メーカー純正のエンジンオイルはエンジンの開発から耐久試験に至るまで純正オイルを使っている。そのためエンジンとの相性は抜群で、車両メーカーが最適なパフォーマンスが出るように純正エンジンオイルに合わせて開発しているという意見です。他にも純正オイルを使い続けることでメーカー保証が受けられるという特典があったりしますね。では純正オイルが最高なのかといえばそういうわけでもなく、純正オイルというのはメーカーが決めたコストの中で作らないといけないという制約がどうしても存在します。そういったコストの面の制約を無視してオイルメーカーが最高のグレードで作った高性能な高級オイルというものもあって、そういったブランドオイルにこだわるという人も多いです。オイルの種類ごとにエンジンの振動やエンジンの吹き上がりが変化したり、暑い夏の日にオーバーヒートがしにくくなるオイルや、寒い冬でもエンジンがスムーズに動くオイルまでいろいろなオイルがあります。そういったエンジンオイルは値段が張るものが多いのですが、いかにもエンジンに良さそうなオイルを入れているという満足感もありますね。オイルも行きつけのバイクショップおすすめのオイルというのもあって、どこどこのオイルがいいぞとか、いやこっちのオイルの方がいいぞなどこだわり出すと終わりがない世界でもあります。次回オイル交換の時に他のオイルを試してみるのもおすすめです。では次です。第6位、マフラーの音に命をかける。SR400 は今では少数派の空冷エンジンです。空冷エンジンは水冷エンジンに比べると乾いた音質で重低音が特徴です。水冷エンジンのように冷却水が通る通路がエンジン内に存在しないために、独特のメカノイズと放熱フィンからの共振音が発生し、水冷エンジンでは再現できない独特の音を奏でます。そんな SR400 の排気音を自分の好みの音へとカスタムマフラーを何本も試してひたすら求めていくという人も少なくありません。同じ SR400 でマフラーを変えるだけで全く違った音になり、終わりのない楽しさを追求することができます。マフラーの中や液パイの途中に追加することで排気音を低く絞るようにするマニアックなカスタムパーツがあったりなど、本当に終わりがないんです。カスタムマフラーだけでなく、渋くあえて純正マフラーにこだわり続ける人も少なくありません。SR400 は年式によって純正マフラーも内部構造やサイレンサー部分の長さが違い、排気音も違うんです。何年式の SR400 のマフラーの音が一番好きというこだわり派もいる深い世界があります。では次です。第5位、タイヤの銘柄で走りが変わるです。SR400 のタイヤもこだわりが出やすいパーツですね。バイクの場合、タイヤが車両に与える印象が大きく、
タイヤの溝のパターンでよりクラシックさを強調できたり、現代風のネオクラシックっぽくしたりと大きく印象を変えることができます。太めのタイヤにすることでナローな感じからファットな雰囲気にしたりなどできますね。他にも見た目だけでなく本気で性能重視にカスタムする人もいて、高性能なタイヤを SR400 に履かせるためにホイールをわざわざ17インチにカスタムするというマニアックな人もいますね。タイヤ一つまでこだわる SR400 乗りのマニアックさは面白いですね。では次です。第4位です。ポジションにこだわるです。SR400 はハンドルにシートにステップにとあらゆるカスタムパーツがあるために、他のバイクと違いポジションを大きく変化することができます。ハンドルを大きく開いたものにしたり、セパハンにして低くしたり、シートを厚くしたり薄くしたり、ステップを前に出したり後ろに下げたりなど、自由に思い思いにポジションを変えることができます。ポジションを変化させると見た目だけでなく乗り味もガラッと変化するので、1台のバイクでここまで多く乗り味が試せるバイクは他にはないと思います。では次です。第3位、洗車にもこだわる。SR400 は丁寧に手洗いが一番とか、コイン洗車場でさっときれいに仕上げるという人や、いやいやそもそも水は持ってのほか水洗いは NG といういろいろなこだわりがあるところですね。仕上げのワックスやコーティング剤は何を使うのかなど、 SR400 オーナーそれぞれのこだわりが見える部分ですね。では次です。第2位です。 SR400 乗るなら一度は〇〇するです。例えば SR400 は納車したらケッチンの洗礼にビビるとか、慣れてくると長距離ツーリングに行きたくなるや、他の SR400 を見かけるとついつい目で追っかけてしまうとか、初めてのオイル交換はドキドキワクワクしたとか、 SR400 のカスタムを次はこうしようとか考えるだけで妄想が止まらないとか、必ずみんなが通る道があったりします。では次です。次は第1位の発表です。 SR400 は一生ものです。 SR400 は特別なバイクではありません。見た目はシンプルで昔ながらのバイクというスタイルです。もちろんスペック的にも特別すごいものはありません。しかし乗る人を不思議な魅力で虜にする力があります。 SR を一度手放した人もまた乗りたくなったり、1台の SR を何年も乗り続ける人や、1台の SR では飽き足らず何台も SR を買ってしまう人など、 SR400 はただのバイクじゃない人生の相棒だという人も多いです。だからこそこだわりを持って乗り続けられるのです。というわけで SR400 乗りのこだわりトップ10を紹介してみました。あなたはいくつ共感しましたか？コメント欄で私は何々派だよとか、他にもこんな私だけのこだわりポイントがあるよとコメントでシェアしてください。 SR400 の世界は本当に奥が深く楽しい世界です。過去の動画でも SR400 のメンテナンスや雑学などについて話しているので、まだ見ていない方はぜひチェックしてください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。動画の内容が良かったなと思ったら、同じ SR 乗りの仲間やバイクの好きな人に紹介してもらえると嬉しいです。あと高評価ボタンを押してもらえると動画制作の励みになります。また次回動画でお会いしましょう。